皆様こんにちは。地理学出身ジオラマ制作担当のアトリエモリジです。アジア最大級のミニチュアミュージアムの東京有明にあるスモールワールズさんの館内の大迫力のジオラマの数々を取材させていただきました。今回はその模様を皆様にお届けします。動画の最後には取材のきっかけなどの裏話とか、イベント会場でのアトリエトレインとマンションモデラーとして著名な熊高さんとのイベント限定のコラボ展示の様子も収録しましたので、最後までお楽しみいただけましたら幸いです。川崎区の日常を既製品でジオラマにしました。動画は概要欄をご参照ください。スモールワールズさんではいくつもの大規模なジオラマを楽しむことができるんですけど、ここ宇宙センターのエリアでは現在と未来の2つの宇宙センターをジオラマで楽しむことができます。こちらは現代の宇宙センターみたいで、館内の音声ナレーションに合わせてロケットの発射台が動いていました。斜面に合わせてロケットを水平に保ちながら進んでいきます。発射台がどうやら所定の位置についたみたいで、もしやこれ発射するのかって注目をしていました。こういう瞬間ってワクワクしますよね。皆様ご注目ください。発射台の脇には見学スポットが再現されていて、地上から眺める人やスタンドがいくつか設置されていて、そのスタンドから眺める人々がリアルに再現されていました。スタンドの足場もまたリアルです。これだけ大規模なジオラマなのに緻密で繊細に作られていることに驚きです。駐車場や道路の渋滞に再現されている自動車はしっかり色彩が違っていて、パッと見違う車のように見えました。こういう表現参考になりますよね。ここには宇宙センターならではの演出もありました。ところどころに遊び心ある演出もされていて、これ網掛けの手袋なんでしょうかね。そしてこの青と白の糸をたどってみるとゆるキャラが編んでるんでしょうか。さらに遡ると雲の糸だったんですね。こちらは未来の宇宙センターのジオラマです。夜景っていうことも相まってすっごくテクニカルな雰囲気に包まれています。先ほどロケットが打ち上げられた現代の発射台の隣には未来の発射台でしょうか。現在と未来がうまく融合されていて、これ鉄道模型のレイアウトでも応用できそうですよね。近未来をイメージした建物はなんだか SF もののアニメや映画に出てきそうです。発射台とロケットの模型はこんな感じで別展示されているので間近に見ることもできます。別なジオラマがあると思って近づいたら、こんな感じでセンターの内部が作り込まれていました。地下駅のジオラマの制作の参考になりそうです。地下の演出っていうか切り取り方参考にさせていただきます。アジア、ヨーロッパを舞台にした空想世界が巨大なジオラマに再現されていました。このアジアのエリアとヨーロッパのエリアがとってもリアルに再現されていて、ヨーロッパの山岳エリアではこのジオラマの端の断面のところに地底の王国なんでしょうか、地底空間が再現されていました。地下空間の再現大好きなんでこういうの楽しいです。個人的にめっちゃ楽しかったのが、行ったことないんですけど香港みたいなこの街並み、こういうごちゃごちゃした感じ大好きなんです。都会の風景って夜景だとめっちゃ引き立ちますよね。タワーや観覧車など立体的なシンボルが目を引きました。とりわけ観覧車はこんな感じでしっかりと動いていて、こういうギミックって楽しいですよね。ギミックって言えば海岸沿いにあるこの建物なんですけど、こんな感じで液晶ビジョンが点灯して、で点灯するだけじゃなくってモニターが内蔵されてるみたいでコマーシャルが流されていました。こういうの楽しいですよね。地面のあたりに目線を下げてジオラマを見ると街並みが大迫力で迫ってきます。岸壁には小屋、露店なんでしょうかがあって、 QR コードがあったり人々のドラマが再現されていて、とっても遊び心のあるジオラマです。街並みのビルの屋上もメリーゴーランドがあったり看板があったり、ここにはオブジェが建てられていたりと見ていて飽きません。アジア風の街並み、西洋風の街並み、それぞれのジオラマを鉄道がつないでいました。アジアの街並みとヨーロッパの街並みの間にはこのように海峡がありました。これイスタンブールのボスポラス海峡なんでしょうかね。イスタンブールはアジア風の街並みじゃないんでちょっと違うとは思うんですけど、こんな感じで街並みは海峡で隔てられていて、その海峡にループの橋があって、その橋をぐる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 列車は駆け上がっていきました。そして上がりきったところからヨーロッパの街並みになって、
大聖堂でしょうか、その下をくぐってヨーロッパの街並みに変わったエリアを走り去っていきました。先ほど大聖堂とご案内した建物、もしかしたら駅かもしれません。このように立体交差になっていました。ただ建物すごい立派ですよね。でこの下にホームがあって、でそこを列車が駆け抜けて、中世の街並みでしょうか、素敵ですよね。そしてなんかちょっと近代的というか工業っぽい街並みを通りつつ鉱山なんでしょうかね。で、山にある駅を越えて山岳地帯に列車は抜けていきました。西洋の街並みにはこんな感じで城塞都市も再現されていて、ヨーロッパに行ったことがない僕にはとっても新鮮でした。このように街の中心にはシンボルがあって、このシンボルね、しばらく眺めていたらこんな感じで浮かび上がってきたんですよ。地面の断面が見えるようになってきて、こういう地層とか断面大好きなんですごく楽しめました。この街のシンボルの脇なんですけど、これなんでしょう、歯車がありますよね。メルヘンと現実がうまく融合しています。密集する建物とかその周りの城壁の上には多くの観光客が再現されていて、城壁の広場の上の部分、ここですね、多くの人がいました。中央には港が再現されていて、船が船着き場に接岸しています。その港周辺にはマルシェでしょうか、人々が買い物を楽しむにぎわいが再現されていて、路面電車の線路にはこんなメルヘンチックな車両がいました。これなんだろうって見る人に解釈を委ねる作りの建物とか、こういう作品ってとっても知的好奇心をくすぐられるので、見ていてとっても楽しいです。山岳地帯にはツリーハウスのような集落があって、ここには恐竜の化石のようなものもありました。アルプスの山の麓なんでしょうか、小都市が再現されていたり、一目で鉱山とわかるその建物からこんな感じで鉱山機関車が出てきて、で山の中に潜り込んでいくように見えるんです。で実際にはここで折り返すんですけど、よく見ると奥にも線路見えますよね。すごく楽しかったです。関西国際空港の巨大なジオラマもありました。このように着陸した飛行機が滑走路から駐機場に移動していく。でその動きっていうのを楽しむことができます。ちょっと早送りします。こんな感じで駐機場まで移動していく姿を見ることができました。こういうギミックやっぱり楽しいですね。ジオラマの脇にはこのようにラウンジを模した空間がありましたので、少し休憩することもできました。空港のターミナルもこんな感じで大迫力で再現されていて、ここはターミナルビルの断面が再現されていました。でですね、そこから内部が覗き込めるだけじゃなくって、こんなエレベーターの動き見えますか？あとモニター動いてるの見えますか？ギミックすごい楽しいですよね。で今エレベーターが上がってきてっていう、こういう動きが楽しめます。ジオラマにギミックがあるとこんな楽しいんですね。僕は関空使ったことないんですけど、札幌に住んでいた時に毎月新千歳空港を使ってたんで、こうした空港の光景を眺めるのはニヤニヤでした。この角度で見るとこれもまた仙台空港に見えてきちゃって、いつも JAL に乗ってたようなこの突き当たりが千歳行きだよなとか思い出したりしていました。夜の駐機場は幻想的ですよね。大規模なジオラマだけど細部もしっかり作り込まれているからこそ、こうした臨場感が出るんだと思いました。巨大ジオラマは他にもエヴァンゲリオンの第三神道教師のジオラマがあるんですけど、ちょっと僕アニメとかテレビとか見ないので解説できないんで、皆様ぜひスモールワールズさんに足を運ばれて実際に巨大ジオラマを楽しまれてみてください。皆様スモールワールズさんのジオラマはお楽しみいただけましたでしょうか。今回取材させていただいたきっかけが2025年の6月21日と22日にここスモールワールズさんで開催された東京ジオラマ展ミニという鉄道とバスのジオラマの展示イベントだったんです。そこに僕たちも出展させていただいてて、先日ご紹介したバスのドアが開いたり閉まったりするすごいギミックとか、本当に回転するターンテーブルがあるすごいジオラマを制作される千倉さんはこの時に取材させていただいたんです。スモールワールズさんの素敵なジオラマ展示をこのような動画にして多くの皆様に楽しんでいただきたいと考えて取材をお願いしたんです。巨大なジオラマだけじゃなくって様々なクリエイターさんが制作された作品も展示されていまして、普段は N ゲージのジオラマを中心に見ていたんでとっても新鮮でした。パン屋さんのこのジオラマめっちゃ楽しかったです。 N ゲージサイズのジオラマも自由な発想で制作された作品が数多く展示されていたり、ジオラムーバーさんが制作されたこれ80分の1でしょうか87分の1でしょうか、救急車や車のギミックも展示されていたり、
訪問時にはちょうどシティスケープスタジオさんが制作された新宿駅も展示されていました。ぜひ皆様も一度足を運ばれてみてください。現物とっても楽しいです。アトリエトレインブースでは最新作のこの小田坂駅を走行展示しまして、拡張部分を初公開いたしました。また江南鉄道大鰐線中央弘前駅のジオラマや福島交通飯坂線平野駅の作品も合わせて展示させていただきました。皆様、プライタだけでマンションを自作される凄腕モデラーの熊高さんってご存知でしょうか。ただマンションを自作するだけでもめっちゃすごいんですけど、なんと強度や耐久性までテストしたものを制作されていらっしゃるんです。しかもこのように内部を照明で照らしてあげると夜景も楽しめて、こんな感じで部屋ごとに光り方が変わるってすっごくないですか。隣のタワーマンションでかすぎるんで真ん中のマンションがちっちゃく見えますけど、いえいえ十分大きくって、この真ん中の建物って時々熊高さん分譲されてますよね。現物見たら欲しくなっちゃいました。そんな熊高さんの力作と小田坂駅がなんとコラボしました。あ、待って、どうせならもっと持ってくるよっておっしゃっていただいて、まさかで小田坂駅が武蔵小杉みたいになって川崎区に高層マンション林立してるみたいな。でその高層マンションの下を走る南部支線の2両の電車がめっちゃ可愛くって楽しいんですよ。で吉天さんがこのイベントに向けて講習回数をやろうってことでずっと走行させてたんですよ。だからこのタイミングでタワマンと相鉄のコラボも実現しちゃって、トミックスのマンションと比較して熊高さん自作のタワマンの規模がお分かりいただけると思います。こうして見上げるほどの規模のビルって、僕もそろそろこんな大規模な建物のあるジオラマ作ってみたいななんて思っちゃって、いやーめっちゃこれハマりそう。熊高さんありがとうございました。熊高さんの SNS リンクは概要欄をご参照ください。今回はいつもと少し趣向を変えてみましたがいかがでしたでしょうか。コメントなどいただけましたらすごく嬉しいです。取材させていただきましたスモールワールズさん、そしてまこうさん、誠にありがとうございました。皆様も最後までご覧くださいまして誠にありがとうございました。また次回お会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。さようなら。ここでお知らせです。ジオラマ制作担当の私アトリエ森次がオーダーメイドのジオラマ制作を始めました。詳しくは概要欄をご参照ください。